はい、こんな感じですね。いやー、結構いい仕上がりになったと思います。はい、こんにちは。前回の動画で補修したダッシュボードを塗装してから今2週間経ってるんですけど、塗装の仕上がりがあまりにも悪かったんで、下地をちょっと妥協しすぎたせいで、塗装しても凸凹が出来上がってくるような状態だったんですけど、下地からちゃんとやり直しました。あれから1時間ぐらい削りましたかね。ペーパーで、しっかり水研ぎで削って抜かりなく表面を仕上げられたと思います。で、今回はもう一回塗装し直してブラックを塗って、でその上から艶消しクリアを塗って仕上げたいと思います。はい、塗装をする前にちょっとニューアイテムを手に入れましたので、それを紹介したいと思います。それがこちらの岩田の、エンジン式コンプレッサーです。今までこちらの 100V の電気で動くタイプのコンプレッサーを使ってたんですけれども、ちょっと故障してしまいまして、コンプレッサーを探してたところ、ちょっと知り合いがこちらのコンプレッサーを持っていたということで、譲ってもらいました。でこれなんと馬力が5馬力もあるそうで、今まで使ってた100V のコンプレッサーは馬力が1馬力か 1.5 馬力だったと思うんですけれども、こちらは5馬力でかなりパワーがある。タンクは見た感じすごいちっちゃいんですけど、5馬力あるので、すぐエアが溜まるらしいです。はい、このコンプレッサーの最大の利点は、電源がない場所でも燃料さえあれば使えるっていうところなんですけれども、普通のコンプレッサーみたいにある程度エアが溜まってもエンジンを切らない限りはずっと動きっぱなしで、コンプレッサーを使っていない間もずっとエンジン音がうるさいのと、燃料が消費され続けるっていうのが厄介だと感じました。なかなかかからないですね。難しい。はい、今回何度もこのコンプレッサーのエンジンのかかりの悪さに苦しみました。一度エンジンを止めてしまうと、タンクのエアがクランキングの抵抗になるのか、一回一回エンジンをかけるたびに中の空気を抜かないといけないみたいです。おそらく何度もつけたり消したりすることを想定してない設計だと思うんですけれども、家庭用で使うには少し不便だと感じました。はい、さっき1回目を自宅のカーポートで塗ってたんですけど、ちょっと今日あまりにも風が強くて塗装がちょっとうまくできないっていうのと、塗料が飛散しそうだったので、実家のガレージ車庫をですねちょっと借りて、こちらで続きの塗装をしていくことにしました。はい、で早速この移動式コンプレッサーの移動できるというメリットがここで早速役に立ちました。はい、じゃあ2回目を塗っていきたいと思います。はい、
今4回塗ったんですけど、こんな感じです。でまだちょっと結構削ったつもりではあったんですけど、ムラになってるところがあるので、もうここはもうブラックを厚く吹きかけて消していくしかないのかなと思います。はい、次は5回目、塗料の突出パターンをちょっと狭めて多めに塗料が出るように拭いていきたいと思います。はい、今全部で5回塗って乾かしてを繰り返して、だいぶムラが消えたかなと思います。特に最後の 1,2 回は厚拭きしたんで、そのおかげでムラがもうほとんど見づらいですね。でこの辺りとかはもうメーターがつくのでそんなに気にならないのと、細かいところはあるんですけど、運転席に座った時にダッシュボードの見え方ってこういう目線なので、もう十分じゃないですかね。であとは艶消しクリアをこれに塗って完成という風になります。でなんで艶消しを塗るかというと、運転席に座って光が当たるとこなので、こんなテカテカしてたらちょっと眩しいのと、ちょっと恥ずかしいですね、こんなテッカテカしてるダッシュボード。はい、で艶消しクリアを作っていくんですけど、艶消しクリアは普通のクリアにその艶消し剤を混ぜる割合によってその艶消し度合いが変わってくるらしいんですけど、クリアの取材に対してだいたい 50% で全艶消し、30% ぐらいで、だいたい3分艶ぐらいになるらしいんですよ。で僕も正直これ塗ったことないっていうか使ったことないのですごい不安なんですけど、今回は3分艶ぐらいで7分艶消しで塗っていこうかなと思うので、取材に対してこのフラットベースっていうんですけど、この艶消し材フラットベースを 30% 混ぜて、塗っていきたいと思います。でシンナーは結構多めがいいらしいです。普通のクリアを吹く時よりも多めに混ぜた方が、これを入れたらフラットベースを入れたらちょっと硬くなるらしいので、塗料自体がシンナーは多めで、あとはもう硬化剤はこの混ぜた量に対しての、硬化剤 20% って書いてるので、混ぜた量に対しての 20% を硬化剤入れます。じゃあ作っていきます。はい、今から艶消しクリア塗っていくんですけど、塗り方としては、塗ったことないので、とりあえず普通のクリアと同じような感じで塗ってみようと思います。で、3回ぐらいで仕上げれたらいいかなと思います。今1回目の艶消しクリアを塗って、15分ぐらい乾かしてみたんですけど、艶引いてるようなところと、こっちの運転席側の方とか結構まだテッカテカなので、まだこれ乾かさないといけないですかね。艶がそれとも艶消し剤が少なかったのかちょっと分かんないんですけど、艶が引けてるところもあるっていう状況ですね。これ大体、今気温が34度なんですけど、外気温がですね。で、結構もうすぐ乾くんじゃないかと思ったんですけど、まだ乾かした方が艶が引いていくんですかね。待ちきれないので2回目の艶消しクリアを艶消し剤をちょっと足して拭いていこうと思います。はい、今艶消しクリアを2回塗って2回目を乾かしたんですけど、僕の思ってたような艶の引き方をしてくれなくて、
というのはツヤが引けてるところもあるんですけど、この辺とかツヤがちゃんと引けてるんですけど、やっぱこの辺結構ツヤツヤしてますよね。これ何が悪いんでしょうか。攪拌不足とか、それともまだ待ち時間が足りないとか、何なのかわからないんですけど、困惑しております。3回目を吹くんですけど、3回目は、しっかりフラットベースを混ぜて、しっかり混ぜて吹くっていうのを徹底したいと思います。さっきまでもしっかり混ぜてたつもりではあったんですけど、そこをちょっと気をつけてやってみようと思います。ここまでの艶消し塗装でうまく艶を引かせられてない原因は、一つは普通のクリアと同じように厚めに吹いていたことです。僕の場合、普通のクリアは艶を出すために垂れる寸前のギリギリを狙って厚めに吹くんですけど、そのやり方でいくら吹いても艶は引きませんでした。それともう一つはフラットベースが元の容器の中で結構ダマになっていたので、それも原因かなと思います。4回目を乾かしてるんですけど、やっぱりツヤムラがあって、もう明らかにここを境に下はツヤがちゃんと引けてるのに対して、こっちはツヤツヤですよね。もうちょっと本当に見分からないです。なんだこれは。ここもちょっとツヤあるなしっていう風に分かりますよね。なんだこれは本当に。ちゃんとフラットベースがここ出てないんですかね、もしかしたら。こことかめっちゃマットブラック、綺麗にツヤが引けてるんですけどね。わからんっすね。泣きの後1回吹いてみます。はい、この辺から吹き方を少し変えてますね。塗料の突出量を1回転近く絞って、艶の引き具合を見ながらスプレーガンを遠目から薄く吹きかけています。艶が引いてるのが映像を見て分かりますかね。普通のクリアでは突出量不足でパラついてしまって、艶がうまく出ないような吹き方をわざとやったら、いい感じに艶が引くのかなと思いました。今日の作業一応終わったんですけど、今日は4回ぐらい塗り直して、でその後艶消しクリアを塗りました。塗装は一応これで終わりなんですけど、これの仕上がりを自分的に100点満点中点数をつけるとすれば、75点ぐらいですかね。で、どこが減点かっていうと、この辺ちょっと艶が引かせきれなかったっていう、ここ若干とここですね。で、そこが自分の中での減点に多いんですかね。艶消し塗るの結構難しかったですね。今回初めて塗ったんですけど、ちょっと最後の最後に若干コツをつかんだというか、どうやれば艶引かせられるかっていうのをちょっと考えながら塗ってたんですけど、僕なりに思ったのは、普通のクリア吹く時って結構艶を出すためにパラパラならないように吹くんですよね。しっかりクリアを乗せて艶を出すっていう、普通のクリアとはもう真逆で、なるべくパラパラ吹かせるような感じで塗っていったら、うまく艶が引いていったかなと思います。艶を出す塗り方とは反対の塗り方ですね。ちょっとパラパラなるようになったところがしっかり艶が引いてて、で途中までこの辺全然艶が引かなかったんですけど、ここも、パラパラ吹いてれば塗料をちょっと少なめにして、ちょっとガンを離し気味で塗る感じですかね。でパラパラ吹いてたらしっかり艶が引いてくれた
ですよ。一つ失敗だったのがデフロスターを今日持ってくるの忘れて、中5日塗りたいと思います。今日はやっぱり屋根下で壁があるところで塗装したんで、すごくやりやすかったです。やっぱ外でやるとね、いろいろと気使うことも多いので、もうこれから塗装はもう中でやるのがいいかなと思いました。最後にこう運転席目線だとこんな感じなんで、こうかな。この辺はもうメーターがつくからあんまりちょっとブツブツ多いですけど目立たないですね。はい、こんな感じですね。いやー、結構いい仕上がりになったと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わります。